皆さんこんにちは。地経学研究所で研究主幹、そして欧米グループ長をしております細谷雄一と申します。本日はですね、新しく高市早苗さんが自民党の新総裁となりました。これから新政権が成立し、そしてさまざまな外交課題にも向き合い、また政権運営というものを進めていかなければなりません。この問題について今日は地経学研究所の所長の鈴木一人さんとお話をしていきたいと思います。鈴木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず総裁選についてお話ししたいと思いますが、当初はですね、小泉進次郎さんが勝つということがかなりの程度確実視されておりました。ところが最後の段階でこれが大きくひっくり返り、高市早苗さんが元経済安全保障担当大臣が勝利をし、新しい総裁になりました。この総裁選、鈴木さんどういうふうに見てらっしゃいますか？そうですね、確かにおっしゃる通り、小泉さんが勝つだろうと。やはり高市さん、これまでかなり保守的な、立場だということで、もし高市さんになると、近隣諸国、特に韓国や中国との関係、それから国内でもですね、高市さんの熱狂的なやっぱり支持者は多いんですけれども、同時に同じ熱量で反発する人たちもいると。これからやっぱり政権運営が難しくなるんじゃないかという、こういうことも懸念されていたので、高市さんはないんじゃないかっていうのが多分大方の見方だったと思うんですね。ただ実際のところやっぱり自民党が今少数与党になってで政権運営をしていく中で、やっぱり最大の課題は自民党の立て直しで、自民党の立て直しをするためには失ってしまった支持者をどう呼び戻すかといった時に、やはり参政党をはじめですね、この保守的な政党に流れていってしまったその票を取り戻すにはやはり高市さんじゃないかという、そういう発想というか考えが働いたんだろうというふうに思います。でもう一つやっぱり党員票が非常に高市さん多かった。1回目の投票でも議員票では3位だったんですけれども、党員票でトップで決選投票に残り、決選投票でもですね、高市さんが36取ってたんですね。ですからかなりの数を取っていたということで、高市さんに対する期待とか、一般の支持、それが大きかったのが響いたと。でそれに乗る形で議員票もこの高市さんにシフトした結果、高市さんの勝利ということになったんだろうというふうに思います。なので、自民党の立て直しの方向が、この、失った、保守的な支持者を呼び戻すという、こういう路線が、かなりはっきり出たというのが、今回の総裁選の結果なのではないかというふうに思います。なるほど。よく報道されているのはやはり最後の段階で麻生太郎元総理、最高顧問が1回目の投票で、茂木候補そして小林候補に投票し、その代わりに2回目で投票してもらうと。である意味では最後まで残っていた派閥である麻生派を率いる麻生副総裁が、最後のところで、リベンジ、前回は、高市候補をして結局のところ石破、さんに負けたわけですよね。そういった意味では今回は、2人の元総理、菅元総理と麻生元総理、2人の元総理の間で、前回は菅総理がある意味では支える石破氏が勝ち、今回はその逆転して麻生さん勝つと。そういったある意味では自民党の中の権力闘争の側面もあるでしょうし、また路線の違いっていうこともあるんだろうと思います。はい。当然路線の違いは、あってしかるべきだと思うんですけれども、それでも自民党というのはやはり権力を、維持するということが、やっぱり主たる政党であり、これまでも、それこそ昔は三角大復讐みたいな、派閥同士の争いっていうのは激しくやったけれども、やはり自民党が分裂するっていうことはなかったので、そのくらいのこの競争がある環境っていうのは健全だと思うんですが、
その中で、今回5人の候補、高市さんを除くと、小泉進次郎さん、それから、小林さん、林芳正さん、茂木さんと、実力者と言われる人たちもかなりいたわけですが、この、5人の候補、高市さんを除くと、その4人の方々を要職につけるというようなことで、お話あったんですが、我々もいろんな形でそれぞれの候補の方々との、お付き合いっていうのはあるんですけれども、細谷さんから見てですね、この、高市さんが、今度、首相になって、でその政権について、彼らをこう重用するということになった時に、どのようなこの政権というか内閣になるというふうにお考えでしょうか。そうですね、鈴木さんも私もいろんなところで今回この5人の候補の方々と、お仕事ご一緒したりお会いする機会が、あったと思うんですけども、やはりこの中で一つ、例えば茂木さんと小林さんと林さん、3人ともこの、東京大学で出てハーバード・ケネディスクールで出て、ある意味では非常にその政策通、英語も流暢ですし、それぞれの政策にも精通していらっしゃるということで、特に外交にも非常にその強いということで、どこのポストについてもおそらく非常にその重要な役割を果たすと思うんですよね。すでに報道レベルですけれども、茂木さんが外務大臣ではないかというお話も出てますが、やはりおそらく高市政権にとって最も大きなハードルとなってくるのが、トランプ政権とどういうふうに向き合うか。そう考えたときに、高市さんご自身、新総裁ご自身は外務大臣の経験、防衛大臣の経験ございませんから、そういった意味ではこの外交防衛をどうやって乗り切るか、その時にやっぱり今回茂木さんにも助けてもらったということもありますけれども、第一次トランプ政権の時に非常に難しい経済の交渉をしたこの茂木さんが外務大臣で入るということは、高市政権にとっては非常に心強いと思うんですよね。ですので、これを茂木さんが受けるかどうか分かりませんけれども、高市新総裁としては、私はこれは、この外務大臣のポストというものがアメリカとの関係が非常に難しいということになった時には鍵になってくるだろうと。で、小林さんについては、これは高市さんの前の経済安全保障担当大臣、それだけではなくて、おそらくいずれ総理になる方だと思うんですよね。そういった意味では、まだ経済安保担当大臣しか閣僚経験ありませんから、その意味では、やっぱり主要の閣僚ポストを経験し、ある意味では将来の総理候補として、ここでより一層政策に精通し、重みを持つということは、私は非常に個人的にも期待しています。確かに政策的にも小林さんと高市さんは似ているところもかなりいっぱいあると思うんです、ね。そうですよね、保守系ということで、むしろ逆に似てないのは林さん。やはりもともと宏池会ということで系列も違ってますし、思想的イデオロギー的にもよりリベラルと言われてますけども、やはり高市政権での林さんの処遇の仕方って非常に難しいと思うんですね。で、逆に言うと高市さんご自身が、あるいは小林さんもそうですけど、今回石破政権とちょっと距離を置いてましたよね。これが多分自由に行動できる、発信できる大きな理由でもあったと思いますので、おそらく林さんとしては少し距離を置いて自由に動き、特にやはり今回議員票はかなり積み上げられましたけども、党員票が弱かったという認識があると思うので、地方を回っていかにして党員の声を聞き、また党員と対話をして、林さんもまだ年齢的にもいくらでもこれから挑戦することがあると思いますので、おそらくかなりのその総理、次の総理の候補として、ここで次の総裁選でかつ土台を作る。で、最も難しいのはやっぱり小泉さんだと思いますね。やっぱり小泉さんはもともと数の計算からすれば当然ながら今回の総裁選で、新総裁そして総理になってもおかしくない位置にいたと思うんですけども、いろいろと誹謗中傷があったのもそうですけれども、やっぱり閣僚経験を含めてまだまだその総理として難しい政権運営をする上では、おそらく自民党の国会議員、そして党員の方々もなんとなくこのタイミングではないのではないかという感じた方が多かったと思うんですよね。そういった意味ではやはり小泉さんが
むしろこれを良い機会として今後まだまだ若い方ですから今後時間をかけて自分の弱みというものを向き合うと同時にやはり本来普通の日本の総理が直面するよりも圧倒的に難しい、衆参両院で少数与党でありしかもトランプ政権があり中国との関係も難しいですしまたロシアまだ戦争を続けている、この本当に難しい環境の中で、即戦力ということを考えた時にはやはり多くの人たちが、小泉さんに対してはもう少し時間をかけて準備する時間が必要というふうに考えたのではないか。むしろ今度は逆に鈴木さんにお伺いしたいのは高市新総裁、ほぼおそらくはこれ主犯指名投票で総理になることは確定的だと思いますが、経済安全保障担当大臣ということで鈴木さんいろんな政府の会合やあるいはテレビ番組でもお会いしていらっしゃったと。でどういうお人柄なのかそしてその経済安全保障に対する考え方や、総理としてのこれからの方向性について少しお聞かせいただけますか。高市さん、確かに我々とも非常にお付き合いがあって、この地形研究所の、クローズドの会合ですけれども、大臣の時、経済安保担当大臣の時に来ていただいて、で、会員の皆様とお話をしていただくという機会を受けたことはあります。で、それ以外にも高市さんとは私は高市さんがやっぱり当時経済安保担当大臣として一番やっぱり強力に進めていたのがセキュリティクリアランスの、これを制度化するということで、その時の有識者会議、私は座長代理で入ってましたので、そういう関係でもかなり頼られてたと。頼られてるというか、議論をする機会をたくさんいただいてですね、そういう意味では人となりには触れる機会があったということです。で、テレビなんかも出るとですね、高市さんすごいのは、普通我々テレビ出る時って台本はあってなきがごとしで、なんか台本は書いてあるんだけど、話の流れでどんどん変わっていくじゃないですか。でも高市さんは台本に真っ赤に自分の手でコメントを書いていて、もう非常によく勉強する人、ご自身も私はガリ勉少女だからっていうふうにおっしゃってたぐらい、やっぱり勉強するのが好きというか、どんな資料を投げてもちゃんと目を通して、自分でそれを咀嚼するという、こういう政治家なんだっていうのは、これ間違いないことだと思います。もちろんその時にどういう判断をするか、どういう価値観で判断するかっていうのはそれぞれ政治家ごとに違いはあるんですが、一生懸命そういうどんな細かいまさにそのテレビの台本にでもですね真剣に向き合うという姿はここはちょっとあんまり皆さん知られないと思うので、ちょっと強調してもいいかなと思っているところです。実際会った話をするとですね、やっぱりおっしゃる通り外交安全保障についてはいろいろお考えはあるとは思うんですけれども、経験としてこの外遊をしたりですとか積極的に外国の首脳とやり取りをするというタイプの人ではないので、どちらかというとやはりこの日本っていうのが中心に据えられた、そういう世界観を持っている人だなという印象がありますし、またその日本の強みとか日本が外に向けてっていうことについてはすごくやっぱり強い関心があるので、経済安全保障の問題についてもですけれども、やっぱり大臣経験としては総務大臣がやっぱりすごく長くて、これも国際的な仕事が多い役所というよりはどちらかというとやっぱりなんていうんですかね、国内的な地方自治も含めて国内的な仕事が多い役所なので、総務大臣としての経験はあって、やっぱり地方とか、国内の政治についての知見っていうのはやっぱり非常に高いとは思うんですけれども、やっぱり対外的な部分についてはまだご自身の経験というのはそれほどないのかなというところが感じられます。ゆえに例えば靖国参拝の問題がどういう形で韓国や中国に影響するのかという時も、やはりご自身の価値観
で、その平和の祈りですとか、慰霊っていうこういうことをまずそれが先に来る、そういう価値観を持ってる方なので、でもそれはあくまでも一議員とか、一政治家としての立場であって、首相となればですね、やはりそこの重みとかどういうふうに振る舞うべきかということについての考え方はまた変わってくると思いますし、個人的にはあんまりそこは心配してないのはやっぱりすごいフレキシブルな方なので、なんというかガチガチのイデオロギーに凝り固まったという人では全くなくて、かなりやっぱり政治の状況だとか、今回も総裁選の中では非常にやっぱりなんていうんですかね、よく練られたスピーチですとか、時々ね外国人観光客が仕掛けたみたいな話はあったとしてもですね、基本的な本質的なその政策の部分では非常にモデレートな政策を主張されてたというふうに思うので、どちらかというとご自身の価値観とは別にやっぱり政策を見る、そういう感性の持ち主だろうというふうに思うのと、もう一つ総裁選で勝利したっていう後にワークライフバランスを捨ててとか、働いてっておっしゃってましたけど、あれ実は経済安保担当大臣の時もすごくてですね、普通我々有識者会議って大体月1回あれば多い方じゃないですか。月2回やってたんですよ。すごい勢いでとにかく働く、我々も含めて働くっていうことをなんというかすごいスピード感というか、言い方は変ですけどせっかちな感じのするところもあってですね、ものすごく熱量の高い政治家の方だなと思ってますし、有識者会議に出るメンバーもまたその準備をするスタッフの人たちもかなり大変だろうなというのはちょっと傍から見てて感じてたので、少しその辺のペースの配分とかですね、これがどうなっていくのかっていうのはちょっと気になるところかなというところです。そうですよね。全世代ということを高市新総裁強調してましたけども、我々とかね、ちょっと上の世代って昔栄養ドリンクで24時間働いてます時代じゃないですか。でも小泉進次郎さんとか若い世代はちょっとそれに引いちゃうと思うんですよね。なので多分私とか鈴木さんは働いて多分我々も働いてるから別にいいんだけども、若い世代の人を見た時に多分違和感を感じるっていうことに対しての感受性っていうもので、どういう表現の仕方があるのか、ちょっと表現変えるだけでも伝わり方が非常にうまく伝わると思うんですよね。ただ私鈴木さんの印象とほとんど私も一緒で、そんなにお会いした回数多いわけではないんですけども、私もお会いしたお話を聞いて、特にこちらの地形学研究所に来ていただいて、特に経済安全保障とか先ほどおっしゃってたようなセキュリティクリアランスのお話をした時に、非常にやっぱりプラグマティックな方だなと。ほとんどそのイデオロギー的な部分は感じずに、やっぱり非常に政策に精通してよく勉強していらっしゃる。細かい政策まで精通するって政治家のお忙しい方にとっては大変だと思うんです。本当に勉強熱心で細かいところに精通していらっしゃるんだなっていうのと、やっぱりその時々のコンテクストですよね。その中でどういうことが必要なのか。もともと政党も93年に無所属でその選挙に勝利してから、新党と経由して自民党に来てらっしゃるので、そういういろんなコンテクスト、その中で自分が何を求められているかということを多分理解し実践するのは非常にうまい方だと思うんですよね。なのでそうすると今までの立場と、首相あるいは総裁首相としての立場って大きく違いますから、おそらく首相の立場になった時にはかなり鈴木さんおっしゃる通り柔軟に一体自分が何が必要なのかということを考えてプライオリティを決めていくことができる。で逆にそうでなければやはりいろんな摩擦が起きて例えば安倍政権も1期目と2期目で、1期目は非常にイデオロギー的なカラーが濃厚でしたけども、やっぱりその部分は安倍総理も反省して2期目に非常に柔軟に対応した。それがおそらくいろいろな意味での長期政権の基礎になったと思うんですよね。今のやっぱり安倍政権の話、特に安倍さんとは、
当選同期そうですよで、で、まあ、やっぱりご自身も、まあ、安倍さんの後継者みたいなこういう、まあ、辞任されてると思うんですよね、高市さんは。細谷さんから見てどうです？高市さんはやはりこう安倍さんと、まあ、当然男性女性っていうこの違いもあるでしょうし、まあ、これまでの経歴も違うと思うんですけど、安倍さんのこの、まあ、政治外交のスキルみたいなものをこう本当に継承していくようなそういう人のように思われますか？安倍さん自身がやっぱりすごくユニークで、他にはない傑出した能力っていうのはあったと思うんですけれども、そういう意味ではその外交安全保障に関するところでの期待とかも含めて細田さんどう見てらっしゃいます？一つ二つあるんですけど、一つはやはり安倍総理とその高市総裁新総裁と違いがあるとしたら、もちろん性別が違うってこともあるんですけど、それにちょっと関連して安倍総理はやっぱり派閥途中から派閥の領袖にもなりましたし、やっぱり非常にその政権基盤となるような権力基盤が安定していると思うんですね。そういった意味でいろんな柔軟性とか自由度が高かった。それに対して今派閥解消しましたけども、高市さんの場合はもともと清和会の派閥を出てしまった、そういった意味でもともと出発もその無所属から出発したということで、ある意味ではお父さんおじいちゃんという圧倒的な政治的なバックグラウンドがあり、そして当選してからも自民党の中である意味では一貫して、当然お父さんの派閥安倍派として、あるいは清和会としてそのまま動いてきたという、ある意味では安倍晋三総理の場合は総理になった時に強力な、ご自身で作った部分は大きいにせよ作っていった。でその弱さというもの、つまりはそもそも最初の推薦人の数もそうだったと思うんですけども、そのスタート地点でやはり高市さんの場合にその自分を無条件で支えてくれるような強靭な基盤というものがどれぐらいあるかということが多分安倍総理と比較した時の大きなポイントになってくるのかな、あるいはそれが安倍総理の強みだったと思うんですよね。あともう一つやっぱり安倍総理は私の印象ではとにかくご自身政策に精通して、例えばアベノミクスもそうですが、特に外交安保ご自身大変関心を持って本当細かいことまで知ってらっしゃるんだけども、やっぱり対話が多分好きだったと思うんですね。いろんなブレーンアドバイザー、国会議員、いろんな人たちと対話をし、そこで非常に柔軟に軌道修正する、それが多分安倍政権安倍総理の強さだったと思うんですよね。一方で高市さんの場合には特に外交安保を含めてやっぱり国会議員の方々、親しい方何人かいらっしゃって、今回も木原稔さん官房長官という声も出てますけども、何か非常に強い近くで支えていらっしゃる方おられると思うんですけども、おそらくはご自分でいろいろ判断してある意味で頭いい方ですから決める方だと思うんですけども、どれぐらい例えば先ほども中国韓国との関係ということもおっしゃってましたし、また靖国参拝の問題もあると思うんですけど、非常に難しい問題に直面した時にやはり可能な限り幅広く自分とは違うような立場の方も含めて日頃から意見交換できる、例えばメディアの方と会うとか、あるいは有識者と会うとか、いろんな方々と会う。でこれができるかどうかということが鍵になってくるという、逆に言うと今までの安倍総理との多少の違いだったのかな。でもしもそれができた時、逆に言うとそこが私は安倍総理の強さだったと思いますので、ぜひ逆に言うと高市新総裁にはその非常に近くでね、総務大臣政調会長で安倍政権二次政権を見てらっしゃったと思うので、その強さというものをうまくやはり継承してほしいなと思いますよね。先ほど、高市さんすごく勉強家だということを言ったんですが、勉強する時間って通常は政治家の方々会合をやったりとかいろんな人に会って話を聞いたりとかする分を自分の勉強の時間に当ててるっていう、そういうなんていうんですかね、リソース配分をしてきた方なので、それがある意味そういう段になってるって言うと変ですけれども、
人のネットワークを幅広く持つというところにあまり力を割いてこなかったのかなという印象もあるので、やっぱりこれからはね、やっぱり首相になると自分が勉強するというよりも本当にいろんな人の話を聞いて、判断をする。でやっぱり最後の判断をすることが求められる仕事ですからね。そこはやっぱりどれだけ判断の材料を持っているかということが重要になってくるとは思うので、いろんな人の話を聞く、細谷さんおっしゃったようにいろんな、自分の考えと違う人の話もやっぱり多く聞いていくっていうことが、これからのなんていうんですかね、求められていることなんだろうなと。そうですね、おっしゃる通りだと思いますね。最後は外交安全保障、また、鈴木さんが深くコミットされていらっしゃった経済安全保障を含めて、今先ほど申し上げた通り本当に難しい課題が山積しているわけですけれども、とりわけその中でも、これから成立する高市政権、どういう課題、その中で重要なプライオリティとして、特に高市政権、高市総理にメッセージというか、これが重要になる、これを間違えると本当に日本の国家が危ない、いくつか重要なポイントがあるとしたら、どういう点が鈴木さんありますか？やっぱりなんといってもおっしゃってるように、やっぱりアメリカとの付き合いっていうのはやっぱり非常に重要だと思うんですけど、これからの外交日程を見ますと、もう10月末にはASEAN 関連サミットですよね。東アジアサミットですとか、ASEAN 首脳会議、ASEAN プラス3みたいな、こういう会合がバーッとあって、でその後トランプさんが、トランプさんは多分これには出なくて、おそらく出ないだろうというふうに言われてますが、でその後、訪日して、その後 APEC があってっていう、マルチでアメリカとの2国間でマルチっていう、こういう日程が組まれていて、いずれもすごく大事なもう会合がいきなりやってくると。で特に、私は結構気になっているというかポイントになりそうなのは、最初のその ASEAN 関連会合のところでクワッド、要するにインドはAPEC に入ってないので、インドも含めて日米豪印の4カ国が集まるのって実はその ASEAN 関連サミットしかないんですよ。でここで多分トランプ大統領は来ないと思うんですけれども、ルビオ国務長官か、バース副大統領が出るとすればですね、ここでそのクワッドの仕切り直しをやる。特にやっぱり米印関係がすごく悪いので、私ちょっと今朝インドから帰ってきたところなんですけど、やっぱりインドの立ち位置っていうのがこれから日本にとってもまたアメリカとの関係においてもすごく重要なポイントになるのかなというのが、一つで、その後にやっぱりトランプ政権との関係で言いますと、一番の多分直近の問題はやっぱり関税と投資の合意ですね。関税の合意は一応もう大統領令として出されているので、総合関税 15%、自動車部品の 15% っていうのは一応これで進むわけですけれども、今後例えばアメリカの裁判所でこの関税が違法になった場合とか、場合によっては日本がアメリカに対して投資をするという覚書を結んだわけですけれども、これでアメリカが納得いかなければ関税をまたかけるというような話もありますし、また実際どのプロジェクトにどういう形で投資をしていくのかっていうのについてもですね、まだまだなんていうか細かいところは全然詰まってないので、この辺の関税と投資に関する問題をどうやって細かい話をしていくのか、逆に細かくやってきっちりやり始めると5500億ドルって、日本円にすると80兆円っていう、もう日本の GDP の 15% ぐらいなんですよね。ものすごいやっぱり額としては大きいので、それをいきなり出せって話にもなるのもやっぱり問題はあるなというふうに思っているので、この辺りでどれだけできるのか。でもう一つはちょっと石破総理がですね国連演説ですとか、この終盤でやっぱりガザの問題がちょっと中東の情勢が変わってきている
いうことで、この中東、特にガザの停戦がこれからもし進むとすればですね、それに対してどう日本がコミットするのか。でさらに言うと、今、ウクライナと、ロシアの戦争も結局ウクライナがこの、今ロシアの製油所なんかを狙って、でロシアはやっぱりガソリン輸入しなきゃいけないみたいな状況になっている、継戦能力がだんだん落ちてきているので、場合によってはそんなに遠くないうちに、停戦ということになるかもしれないといった時に、じゃあ日本はそこにどう関わるのかっていうようなところ、この辺りがおそらく広い意味での外交では重要な課題ということになると思うんですけれども、他方で細谷さんにはぜひ近隣諸国というか、韓国ですとか中国ですね、特にやっぱりこの保守的な立場である立場を取ることが多いこの高市さんが総理になった場合、靖国参拝も含めていろいろ難しい問題が出てくると思うんですけど、この辺は細谷さんどう見てらっしゃいますか？そうですね、大きな枠組みとしてはもう鈴木さんの見積もり評価と私はほとんど一緒なんですが、近隣諸国ということで申し上げると、やはり中国との関係というのはおそらくこれから成立する高市政権にとっての非常に大きな試金石になるんじゃないかと。というのは、今トランプ政権がトランプ大統領がかなり習近平主席との間の首脳会談とディールというのを求めていて、構造的に大きく変化が起こるかどうかって見えないんですけど、少なくともトランプ大統領個人の行動というものが、従来の、言ってみたら米中対立があり、そしてデカップリングがありデリスキングがありと、この構造の中で日本は10年間経済安全保障やってきて、経済安全保障担当大臣高市さんもやられたわけですよね。でこれが、先ほど申し上げた通り構造的に変わるかどうか分かりませんが、この米中がディールというものを出すときに、例えば1971年のニクソンショックのように、日本の中で非常に大きな反発が出てくると思うんですよね。でやはりトランプ大統領の中には当然中国にもそういうのがあると思うんですが、非常に強い大国主義的な思考があって、中小国の利益というものを時には犠牲にすると。でそういった時にですね、日米同盟ということを基軸にする一方で、アメリカが中国と合意を作ろうとしている時に、日本がそれをサポートするのか反対するのか、そこでどういうふうにアメリカの大統領に提案するかということは、従来とはまた違った新しい難しさがあると思うんですね。で実はそこで鍵になってくるのは韓国、つまりそのような形で米中が接近することがあれば、あるいはディールを模索して大国主義的な外交をすれば、日本以上に韓国の利益というものは犠牲になりかねないわけですよ、場合によってはね、北朝鮮とのディールっていうのもありえますし、ね、おっしゃる通り、そうなんですよ。進歩派の政権、いじめの政権であるんですけども、やはりかつてないほど日本との関係というものに対して前向きにかなりアプローチしている部分もあると思うんですね。これは逆に今に左派の民主党の中で分裂していると、イ・ジェミョン派とムン・ジェイン派でかなりアプローチもまた変わってきてるんだろうと思いますけども、でせっかく今イ・ジェミョン政権がプラグマティックに日本との関係をやはり従来の政権から継続して良好な関係を維持しようとしているわけですので、高市総裁もいろんな思いもあるし、支持者の期待もあると思うんですけども、今のその国際政治の構造的な変化や、あるいは大きな日本が行われている立ち位置というものを考えて、まさに安倍総理もそれを見事に実践したと思うんですけどね、それをただ単に日本が反応する、対応するだけではなくて、むしろ主導的に日本にとって好ましい秩序を作っていくと、日米同盟というのを軸に置き、日米韓の協力というものの意義というものをアメリカにも訴えて、で米中が動くときには必ずそこに一定程度の日米の連携を含めた、米中関係が改善することは決して日本にとってデメリットではないので、その米中関係の改善が日本にとっての利益になるように動くように水面下で調整をすると。でそれが今やはりアメリカの NSC が非常に弱くなっている。大統領補佐官もマルコ・ルビオ氏は検討してますから、非常にそのアプローチは難しいと思うんですよね。その難しいアプローチの中で、一方では鈴木さんおっしゃったような
関税投資の合意というものについてこれから肉付けをしていく実践をしていくという難しい課題もあると。だからこの難しい課題をどういう体制でやるのか、まずは首脳外交がある以上は首相官邸をきちんと強化しないといけないと。で誰が官房長官になるのか、あるいは首相の補佐官をつけるのか、あるいは国家安保局長がそのまま続けるのか、新しい方がなるのか、ここのチームというものが多分非常に重要になってくると思いますし、また一方でそれを準備するのは外務省ですから、外務大臣、外務省をどういうふうな形で動かしていくのかと。なのでこの体制の問題ですよね。とあとは国際秩序というものの流動化しているという中で従来と同じことをやって済むという時代でもない。そこのところを高市政権でぜひですね、好循環、良い形で日米、日中、そして日韓というものをうまく回しながら、さらに日本の外交の柱である一つの ASEAN セントラリティ、きちんとこの地域秩序において ASEAN との連携というものを、アメリカは特に ASEAN と今距離を置いてますから、やはりこの ASEAN セントラリティという形できちんと軸足を ASEAN に置き、そしてインド、米印関係、先ほどおっしゃってる悪くなっている中で、クアッドが首脳会談が今年開かれないかもしれない。そういった中でどうやってインドをここに埋め込むかという非常に創造的な外交を求めると思うんですよ。それをぜひ実践してほしいと思うんですよね。創造的な外交っていうのはなかなか難しい問題もありますけど、ただ一方でやっぱり高市さんって、最初から保守的なタカ派みたいなイメージがずっとつきまとっているので、この高市さんが柔軟なこの創造的な外交をするとギャップっていうんですかね、もっとなんていうかハードに来ると思ったらすごくソフトに来る、そういう外交をするんだということになると、むしろなんか好感度はより高くなるんじゃないかと。だからなんかそういうなんていうんですかね、ある種の副次的な効果としてこの外交、むしろ最初にハードな姿勢というか、そういう相手もそういうことを期待というか想定して身構えている中で柔軟な想像力のある外交をやっていくっていうのは、実はものすごくなんか効果的ななんていう外交になっていくんじゃないかなっていう気もするんですけどね。おっしゃる通りだと思います。やっぱり国内で何か柔軟な外交的な合意を作ろうとするとき、大体保守側の右の陣営から反発が出てくることがあるわけですよね。だから例えばアメリカが対中関係改善するときに、ニクソンというとりわけ共和党でももともと保守派の人が大きく中国の接近転換すると。中東の和平もやはり保守的なベギンが思いっきりやはり国内を説得して和平とつないで出ていくと。そして日本もやはり安倍総理の時に第二政権で中国との関係も改善していったと。やはり国内の保守的な世論をある程度味方につけるということが柔軟な外交的な和解合意を作る上では鍵となってくるので、私はその点では今世界が保守化の潮流にある中で、高市さん保守的な、自民党の中でも保守的なイデオロギーを持つ高市さんが首相となって、そしてその国内の保守派の人たちの支持や合意を得ながら柔軟な合意を作っていくと。でそれがぜひ実践してほしいと思いますし、また世界が非常に今時代精神、時代の潮流として保守化が進んでますよね。ですのでこの大きな潮流があり、その潮流の一部となりながら、同時にその潮流がもしも世界の中で間違った方向に進んでいた時に、むしろその中からそれを修正する主体的な中心的なリーダーシップを担えると。私はそんな力が高市さんあるんじゃないかなという気もあるんですけどね。そうですよね。特にやっぱり日本初の女性、初の自民党総裁である。で、また多分日本初の女性総理っていうことになるわけですから、そうなるとやっぱりこれまでとは違ったいろんなことができるというか、いろんなことをやってもいいっていう、なんとなくフレキシビリティというか、その幅は
こう広がるような感じはしていますし、特にやっぱりこうトランプ大統領のアメリカとの付き合いの中ではやっぱりその柔軟性っていうのはやっぱり非常に重要だと思うんですよね。ただでさえこう不確実性の高いというか、次何を言い出すかわからないっていうこのトランプ政権に対して、こう柔軟に対応することっていうのがやっぱりすごく求められていると思いますし、そこは、特に安全保障の問題については、先ほどおっしゃったようにその米中の関係が変わってくると必然的に日米のこの安全保障環境っていうのもやっぱ変わってくると思いますし、特に北朝鮮との関係もそうですけれども、こういったその、米朝米中のディールが仮にあったとすれば、それに合わせて日米同盟をこうリフレッシュしていくというか、それに合わせてこう調整していく必要っていうのが出てくるのかなというふうに思いますね。はい、ありがとうございます。今日は新しく新総裁となった高市さんの、今後のですね政権運営やあるいは世界の情勢に対しての動きというものについて、これからもちろん首相指名選挙をしますので政権成立という形になりますけれども、その展望というものを見ていきました。これからもですね日本の動き、世界の動きについていろいろと発信をしていくことになりますので、ぜひ高評価そしてご登録をいただければ幸いでございます。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。一方アメリカみたいな念頭にその一方的措置は反対と言ってるだけで、じゃあその代わりにどうするのかっていうところは中国自身もよく分かってないということなんじゃないのかなと思いますし、